ございます。小木曽です。すみません。なんか、先ほどやったやつが、エラーが起きましたということになってしまったので、新しくちょっと立ち上げました。先ほどちょっと見ていた方申し訳ございません。8時58分。9時38分から大谷翔平くんがはい。ねえ。今日、山本由伸くんが、あれなんですか？先発なんですか？ねえ。ちょっと、すみません。小木曽です。先ほどちょっと配信をしていたんですけど、なんかうまくいってなかったみたいなんで、改めて、配信を始めたいと思います。ちょっと日曜日も最近定例になってきてるんですけどね、若干、暇っちゃ暇なんで。で、形をですね、取るときは、すみません。ちょっと説明をせんといかんね。赤坂さんも久保さんもみちみちさんもおはようございます。えっ、と、声がなんか割れてるね。もうちょっと下げようか。おはようございます。おはようございます。お庭でですね、取れたナスビなんですよ。ちょっと不格好でしょ？可愛らしいでしょ？で、今日はちょっと初心者向けにお花もあるので、お花もちょっとちょん切ってきまして、これを僕は見ながら描きます。で、皆さんのこう画面に映っているのは、写真でございまして、スマートフォンから今撮りまして、それを貼っ付けているんですね。だからだいぶ違います。これですね。もっと後ろ、この辺です、この辺。で、まずこう、形を取るときは、一番画面の端ってどこかな？端、両サイド。影までだいたい入れてあげたり。で、上、下、モチーフの下。こういうところをまず決めます。で、おおよそのこの四角、どれぐらいのこう四角に入るかなっていうのを想像してあげます。それで、例えばここが、この四角の中の、中心から4対6、目で測るんですよ、こんなんね。ここはちょうど、中心はちょっとこっちかなとか言って、一番上が、ここの中のこれぐらいかな。ここかなとかっていう風に目で測ってきます。ここの突端は、この全体の枠組みの中でどこかなとかですね。お花っていうのはどの辺にあるかな。中心よりちょっと左かなとか。で、ここ主役にしようかなと思っていて、すみません。皆さんおはようございます。おはようございます。いっぱいいた。赤坂さん、久保さん、ライムちゃんさん、コウジさん、みちみちさん、のりおっちゃんさん、湘南じいじいさん、さおりさん、田舎ロマンさん、ゆずみかん。ゆずみかんさん、なんか久しぶりな気がすんね。みちけいさん。みちえけいさん。初めてかな。なんか、インコのマークが見たことあるな。トンさん、北の恋人さん、おはようございます。というふうに形をとっていきます。ね。で、ちょっとずつ、その点が徐々にこう、増えてきて、超初心者向けに今日行きますよ。で、今日水彩で行きますね。ちょっと8時38分には、9時38分には終われなそうなんで、可能な限り、誰か、あれを、今0対0ですとか、大谷翔平君、初回からホームランです。見逃しましたねとか、そういうコメントください。こんな風にこう、形をとっていきますので、ただ、私の横ですね。こっちかなこっちかなこっちかなこっちか。これとはだいぶ違います。違うっていうのはもう、このナスビとかめっちゃでかいですよ、ほら。ね。写真で見ると、だいぶちっちゃく見えますけど、これ何倍なので。そして今ももう、動かしましたので、皆さんね。エアブラシの斉藤さんもおはようございます。ちょっとうち、今すっごい下騒がしいですけど、理由は簡単で、カマキリで遊んでるからです。やかしです。無事昨日カマキリ取れましてね、朝鮮カマキリ、やっぱね、大カマキリこっちおらんのよね。朝鮮カマキリですね。一番上と一番下。ちょっと今日ね、でっかいのに描こうと思います。皆さんにこう、水彩のなんか、ちょっとこう、迫力あるように、なんていうの？水彩の、あれを、雰囲気をより伝えるためと、本当配信ではなくこう動画に撮ろうかと思ったんですけど、やっぱりね、個展の前やから忙しゅうてなかなか撮れないので、点。ちょっとね、こう自宅の庭で撮れたナスビやから、
ママ、妻、パートナーが恥ずかしいとか言ってましたけど、確かにちょっと、不格好っちゃ不格好なので、ねえ。いやー、昨日は吉野ヶ里公園で2時間必死でバッタを追いかけました。49歳、48歳ですけど、今年49歳。殿様バッタを追いかけ走る。そうすると、周りの子供たちも走り回る。という状況になりました。ちょっと上の方ごめんなさい。ちょっと空間空きすぎてるんですけど、私がちょっと、遠くなりすぎるので申し訳ない。構図的にはちょっと下に詰まっているような構図になってしまいますけど、お許しください。まあ、この辺でこう、飾ったりするならば、切ろうかなと。いやー、ほんと。あと見ながら描くということもね、非常にいいですので。で、ここに、ナスビのお花がありますと。いうことですね。で、なんか練り消しは左手に持つような感じ。と。まあ、私のライブはドジャースといつもそれは被るでしょう。朝やから。まあね、被るでしょうね。今日 BS やもんね。まあ被るでしょうね、朝やしね。夕方とかもなんかね、もうあんまりなんか疲れててやりたくないんですよね。夜とかはもう酒飲んでるから絶対できない。ちゅうことは朝と。まあ、365日絵描いてますからね、ほとんど描いてますので、描いてない日がある方が不安やったりするので、まあ、日曜日とかね、ちびっこの面倒見やんといかんけど、午前中だけはちょっと絵描かしてもうて、で、影があると。影があると。まあ、影かなり蛍光灯がダーンと強くドーンと当たっているので、強く影出てますけど、まあ、これどうしようかなと。どうしてもね、いつも絵を描いてるような環境とかではこれないので、ライブ配信用の、ですね。あれなので、すべてにおいてうまくいくとは思いませんが。もし質問してくださいね。末中さんもおはようございます。もう、やっぱ、あれですね。九州なのか、誰か福岡、熊本の方で、大カマキリ取れたよっていう報告をください。僕多分全部朝鮮カマキリなんですよね。朝鮮カマキリってね、胸のここのところがね、オレンジ色なんですよ。暑いな。蒸し暑いな。ライトをいっぱい浴びてるから。もしなんか質問あったら遠慮なくしてください。よいしょ。ものすごいオレンジ色なんですよ。で、オオカマキリはそこね、なんか柔らかい黄色っぽいんですよ。これがなかなか、もうまあ確実に朝鮮カマキリやろうなっていうぐらい、一時いやいや、こんな朝鮮カマキリばっか取れることはないやろうと思って、自分の中で、すいません、本当にあれですよ。質問ないとずっとカマキリの話始めますよ。今、カマキリのことしか頭にないので。朝鮮カマキリと、あれですね。もう一種類。何だっけ。ボテッとしたやつ。それを昨日一匹取ったんですけど、その一匹取ったのはうちの妻パートナーで、私は朝鮮カマキリを4匹。妻パートナーママが、何やったっけ、胸広カマキリやったっけ。ショックでしたね。私はそれ狙ってたのに。よいしょ。立てかけて、いや、普段はね、立てかけて書くこと、透明水彩は寝かせて書くんですけど、油絵に関しては、立てて書きます。透明水彩はやっぱりどうしても水のあれを利用して書くので。で、ライブ配信の場合って、もう本当はこう書きたいんですよ。でも頭映るでしょ、ここにカメラあるから。だから、ちょっと引いたところから書いてるから、若干なんか間延びすることが結構多いんですよ。難しいんですよ。でもそれも初めの頃に比べたらだいぶ慣れてはきたんですけど、やっぱね、下から見てるから形がどうしてもなんか、ビューッと伸びてしまうというか、斜め45度上ぐらいから見ているからですね。で、止め水彩は絶対寝かせて描いています、基本的には。よいしょ。なんか自分が座ってるこの、映らんか。この椅子が、高さが調整できると思って買ったら、なんかできないっぽいんですよね。AK レーシング的ななんかね、パチモンなんですけど、本当はもうちょっと高くしたいんですけどね。よいしょ。止め姿勢は寝かせて書きますよ。だから、
まあ、このライブ配信用の机と、動画を撮る用の机と、あとは普通に制作する用のH 型のイーゼルというね、イーゼルがある机があります。よいしょ。で、余分な線を消していきます。で、練り消しで消します。初心者の人はね。鉛筆の腹使って、今日はまず B から始めていますけども。よいしょ。よいしょ。こちらはちょっと若干天気が、なんか今日はあいにくの天気で、明日も雨っぽいなと思って。馬切りが我が家に今9匹いて、それのバッタを取りに行かなあかんのですけど、雨が降ると大変なことで取れないんです。そうすると餌がなくなるんです。だから雨を降らないでくれ。パレットは綺麗ですが、これ一作ごと、もう書いてる途中でも多分綺麗にしていきますよ、僕は。これ透明水彩の場合はね、特に。で、油絵の場合はもう紙パレット使ってます。で、だいたい2日間ぐらい使ったら、もう、絵の具の表面があれしてくるので、乾いてくるので、僕はだいたいね、もう、紙パレットでもう、もうこれダメやなとか、絵の具のカスがついてまうな思ったら、いい質問ですね。これは本当に、で、本当にいよいよ洗いたいなと思うときは、もう、この辺とかにあれつけて、たわしとかでこの辺を汚いとこあるじゃないですか。なかなかここのとこ取れないですよね。で、こういうところもたわしとかでゴシゴシゴシと、例えば旅行行くときとか、なんか張り切ってる時の前とかだけはこういうところめちゃくちゃ綺麗にしますけど、日頃はこういうところ、端の方とかはなんか汚いままですよ。こういうところも汚い。で、なんかこう、旅とか行くとここに葉っぱついたりね、なんかするんですけど、こういうところもあったりします。はい。よいしょ。後悔している作品はありますか？今ならもっとうまく描けたのに。そんなの山ほどありますよ。そんなのありますよ。もう山ほど。今もちょっとこう、後悔ではないんですけど、お仕事の肖像画描いてほしいっていう依頼が来たんですよ。で、まあその方、の持っている作品が、後悔ではないですけど、何号ぐらいがいいですかねって話を今メールでしていて、で、昔に、東急の個展の時に買った作品と同じぐらいのサイズでどうですかという、メールが来たんですけど、覚えてない。そらそうですね。20年前どれやったかなと思って、もちろん絵見たらわかるんですよ。もうそれだけやったらもう絶対その後もね、いくつか購入してくださってる方で、なんか定年を機に、古希を機になんか肖像画描いてほしいんですけど、まあ、作品の後悔というより、どれか、何号か、見てたら、連絡ください。で、ちょっと輪郭を取っていきました。で、まあ、リンゴとか、ナスビとか僕は結構初心者の人にいいモチーフかなと思うのが、いくつか理由があって、で、デッサンなんかで描くとき、これぐらい黒く乗せるということ。めちゃくちゃ黒くこう乗せるとか、リンゴもだいぶこう黒く乗せていかなあかんんですけど、やっぱり黒く乗せるということは、まず第一かなと思ってるんですよ。で、どちらかというと明るくしていくことっていうのは簡単なんですけど、黒く乗せるという方が難しくて、明るいのももちろん難しいですよ。でも黒く乗せたら明るくできるじゃないですか。で、まずこうマックスで黒くこうデッサンでもそうですけど、で、もう一個ね、見えますかね？若干ここのところでプリッとなってるのわかる？プリッと映ってへんかな？なんていうのかな？全くの球体ではないですよ。綺麗なボール状の球体ではなくて、少しだけこう面が見えてくるんですよ。リンゴも光なんですけど、ちょっとここにこう面があるとか面があるとかっていうのが見えてくるんですね。しまった。場所がもうどこかわからないでしょう。で、そういったことが捉えやすいモチーフやから、今ここのところにこの辺面かな。そうするとここのところが光ってるなとかっていうのとか、ごめんなさいね。うるさいですよ。ここのとこ面やなとかっていうのがここまでオーバーに書かなくてもいいと思うんですけど、こういう風にで、またここからこう入っていくなとかっていう面が見やすいんですね。だからこういうのを見やすいモチーフというのを選択してあげると、光の方向、こちらからの光が中心で、本来こういう状態で描いた方が楽は楽なんですけど、モチーフがね、
もう、ここをなるべく皆さんにお見せするために、両方から光当たってるから、影がいろんな方に落ちてるんですけど、はい。夏の初めに真っ黒なカマキリ見ました。そんなんいた？ふうみんさんって熊本やったっけ？いた？本当にね。で、余分な線をちょっと消します。今日はある程度写実的にいけたらなと今思いながら、この段階で相当デッサン的に受験なんかは、デッサン的にやりはりますけど、色とかね、つけたりとかして、ちょっとこっちか。受験の場合しはったりしますけど、私はあんまりやりすぎんでもいいかなと思ったり、せっかくの水彩のなんか色とか、っていうのを大事にされていく方が、私は個人的にはいいんかなと思ったりとかします。茶色のカマキリいますよ。褐色系は全然普通に。褐色と緑系、なんか両方ともなんか同じぐらいの頻度でいますよ。ね、カマキリなんか誰も興味ないですもんね。僕もあんま興味なかったんですけど、やっぱね、クワガタが終わったら次カマキリに移りましたね。よいしょ。という感じで、やってきました。よいしょ。どんな色から行こう。この一番初めがやっぱりね、僕でも緊張しますよ。紫色かなとか、ちょっと青系もこの辺に出しといて、これはプルシャンブルーかな。プルシャンブルーかなとか。これはバイオレット系かな。で、一番後ろですね、ここね。よいしょ。面で見えてくる。面で見えてくる。よいしょ。こっからまた奥にグッと入っていく面があるんですよ。それは後で書くにしても、そういう意識を初めから持っておいて、よいしょ。で、この側面にまたギュッと入っていくようなところがあるんですね。で、そういうのを書きながらしっかり見ていくと。よいしょ。セレモニーとか始まりました。すみませんね。翔平くんの時間にまた。よいしょ。で、ここ反射光と呼ばれるね。今日アバロンという紙使ってます。8号です。8号。よいしょ。で、反射光ちょっと明るくなってるなとかですね。このとこにまた光が当たってんなとか。で、少し中の方というか、濃く見えたり、光が見えたり。ぐーっと。ぐーく。で、この段階で、反射光とかあるんですけど、影の方まで持って行ってあげてもいいかなというふうに思ったりします。こうやってね。影の方。なんか消しゴムの跡なのか何なのか。なんか、ちょっと違和感があるな。ザラザラしてんな。よいしょ。遠慮なく、初心者の人でも初めての人でもコメントくださいね。もうなんか、一つのね、コミュニティが出来上がってきて、それが多少の入れ替わり、立ち替わりはあるんですけど、そういうところって入りにくいじゃないですか。なんかね、女子校とかのなんかね、もう出来上がった友達グループに転校生入りにくいみたいな感じあるじゃないですか。私のこのチャット欄ね。遠慮なく入ってきていいですからね。なんか、いじめとかないですから。藤さんもね、新しい人とかもね、初めての人やら何やらと、お話しするの楽しいというかね。で、ちょっとこの、ヘタに近いところなんかは、ちょっと赤系を感じんな思ったら少し赤系とか。で、ここの主役の、このピンクじゃ紫の。喋りながらね、絵描いてるとね、やっぱ言葉をよう間違うんですよね。よいしょ。この辺はちょっと赤みがかっているなと。でん。うわぁ、綺麗。ね。綺麗綺麗。でんつんつん。この辺がなんか割れている感じとかね。ピッ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 。ちょっと書いとこうかと。ピッ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 。
で、こちらのナスビの方にもぐーっとこう、手前の方の、この辺は赤みがか、ヘタの近くは赤みがかっとんなとか。よいしょ。で、こっち、下のナスビは、どちらかというとなんか影の中に入っているような感じがあるから、全体的にこう暗くなって。で、ここの周りから周りか、ここめっちゃ大事ですよ。でもここなんかはもう影とあれが一緒になった。よいしょ。緊張するぜ少しだけこの中光ってるんですけども、一回全部暗くしてしまおうか。ちょっとこう、上からちょっとパレットは見えませんけども、拡大をしてお見せしますので、少々お待ちください。ね。まあまあパレットが今日は映らんかもしれませんけども、多分拡大して見せた方が、皆様に水彩画のね、美しさみたいなのとか伝わるかなと思いますので、円辺対比法。よいしょ。へたへたへた。へた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 。へた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 。へたへたへた。結構水多いですよ。水が多いです。思ってるより多いです。で、まあ、このアバロンの水彩紙は、ちょっとこう、水を多めに含んだりとかすると少し波打つかなとは思います。まあね、値段的にはそこまでではなかったかな。どうやったかな。だいぶ前に買ったからもう忘れましたけど。で、ここのヘタのとこの外側からダーンと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、ここの辺とかね、こう、てっ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 てと。まあ、自分の目からそんなにこう、動かない位置に置くのが、本当は理想的です。モチーフに関してはね。自分の目からそんなに動かないところに置いてあげる方が理想的ですけど、ちょっとこう、どうしても、机がそんなに広くないから、私の今描いている環境というのはですね。よいしょ。よいしょ。言い訳ばっけしやってって感じですね。でもこの辺なんかかなり影の中の中やからものすごい濃いです。えらい静かになったな、あいつら。どうした？よいしょ。で、これの影が落ちてたりするんですけど、若干こう、例えば、葉っぱの緑色みたいなのを感じるんやったら、少しこう緑みたいなものも感じながら、よいしょ。私はなんかこういうところこうなんか、滲んだり、まあ受験とかやったらあかんってなるのかもしれんけど、僕はなんかこういうところ水彩の面白さみたいなのがあってもいいような気がしていつもいるんですけどね。少しこうなんか反射光的にこう滲みとして入ってくるみたいな感じね。お、嬉しい。マイデータさん。嬉しいじゃん。ありがとうございます。もう、マイデータさん。マイデータさんっていうのありがとう。もうめちゃくちゃ嬉しいです。これで、ハイボール飲めます。夢のハイボールが飲めます。
まあ今、まあこんな葉っぱ付きのなかなかナスビなんて、なかなかね、皆さん、ないと思うんですけど、うちの庭で無事になったナスビでございます。よいしょ。マイデータさんが200円くれたから、後で画像を忘れてたらごめんね。コミュニティ欄の方に載せとくので、まあ画像から書くより本物見ながら書いた方がいいと思うんですけど、一回ね、例えば、練習がてらされてみてもいいかもしれないので、だいぶ画像とこの実物は違うんですけど、載せておきますね。マイデータさんのためにね。よいしょ。今日の夜のハイボールが飲めるという。今日はちょっとあれやな。今日はちょっと、あれやな。よいしょ。よいしょ。まあ何がなんだかわからないですよね。大谷さんはベンチでニコニコ今してますか？ベンチでニコニコ。いやー嬉しいでしょうね。もうポストシーズンに行きたいために、メジャー行ったけど、なかなか前のチームじゃね、なかなか厳しかったから、レンドーンとかね、まあ多分トラウトに憧れて行ったんでしょうけども、トラウトを超えていく選手になってしまいましたもんね。いや、なんか、まあ野球興味ない人にとってはもう全くうちのね、パートナー、妻、ママは1ミリも興味ないみたいなんですけど、私はもうね、イチロー選手を見ていって、もう私たちの生きている間にこんな選手を見ることはもうないだろうと思っていたら、たった20年後にそれを超える世界一の選手が日本人として現れるなんていうことをね、あるんかいって感じですよね。ちょっとこの辺ね、あんま綺麗じゃないけど。なんかそんな感じしますよね。よくコメンテーターとかなんかね、MC が次に大谷選手を超えるような日本人って誰ですかねとか聞いてる人いますけど、いやいや、出えへんって言って普通に思いますよね。でも出てくるというね。でもまあ出えへんやろなと。あんな松井秀喜さんが行ってね、ホームラン20本ぐらい、当時日本で50本打ってた人がやっぱ行ったら20本ぐらいしか打てへんで、やっぱメジャーちゃうなと思ってたんですけど、今やもう世界のね、ホームラン王にまさかなって、そして盗塁も50何個。福本豊さん誰やねんってね、皆さんね。三色昼寝さん、販売の作品が知った時は寂しくないですか？いや、全然寂しくないですよ。画廊さんとかやったらば、間に入ってくれてたら、販売先わかるから、結局倉庫にあるだけよりは100倍ぐらい、1000倍ぐらい良くないですか？結局なんか家帰ってきて倉庫にあるとか、家に飾るっちゅって僕の家に自分の絵飾ってないです。うん。展覧会前の絵はあるんですよ。どうなんですか？自分の絵が倉庫にあるのと、どっちがいいんですか？僕はもう、お嫁に行きはんやったら、お疲れしたっつって言ってくれて、喜んでくれはる方が、僕は個人的にはいいんですけど、どうですかね。で、影描きます。どう？ちょっと紫色に頼りすぎてるからちゃうんでしょ。どうですか？三度の昼寝さん。三度の昼寝さんより飯が好きな人。どうですか？綺麗でしょ？トンメスイさんね。よいしょ。まあ、左上から書いていくのが得策かなと。右利きの場合ね。単純に汚れないというね。でちょっとここの紫色から。よいしょ。ビュー。それも何度か聞かれたことあるね。この YouTube 始める前からも映画、一回だけ僕寂しかったんですよ。もう、まあ若い頃ね、もう本当に駆け出し中の駆け出しで初めて展覧会した時に、絵を買って、初めてグループ展ですか。で、グループ展した時に、まあ一枚はなんか、でも一枚もどこ行ったんかな？確かなんかその時聞いた話、デパートの外商さんみたいな人が買ってったみたいなことを言ってて、で、もう一枚を、初めて売れた絵なんですよ。全く知らない人にね。
で、よかったじゃんって言われたけど、なんかそれも、なんて言って、札幌のなんか三越とか言ってたような当時、1998年とかの話ですよ。今から26年ぐらい前。で、もう一枚の、それすごい気に入ってたんですけど、ペルージャっていう絵なんですけど。で、その絵が決まったのが、親戚、ちょっと遠い親戚の、まあ、どういうあれ関係やったかな、ばあちゃんのなんかのなんかとか、ちょっとこう遠い親戚の人が、まあ、神奈川かなんかで、お仕事、社長さんかなんかされていて、で、まこちゃん久しぶりみたいな感じでこの展覧会来てくれて、なんか一応案内をなんか、親父かお袋かなんか出したんやろね。僕は住所とか覚えてなかったから。一応なんか関東でこう社長さんやってるからみたいな。で言うてくれて、来てくれたんですよ。ね、もうまこちゃんって言って、全然会った記憶なんかないんですよ。ちっちゃい頃親戚の集まりで会ったぐらいの親戚のおっちゃんやと思うんですけど、頑張ってんねっつって、なんか、じゃあもうこれ買っていくよみたいな感じの、なんか軽いノリで買っていかれたんですよ。で、僕まだ若かったから、こんな感じでって売れるんやっていう感じと、なんか、そんなんやったら売りたくないと、当時号1万5000やから10号で15万。だから、なんかもうそれだけ頑張ってこう時間かけて買いたいやったから、と思ってたんですよ。これ本当の話なんですけど、九段下にあった画廊で、今あんのかな今はもうないけど、そこのビルに結構画廊さんとかが入ったり後々したんですけど、で、もう売りたくないと思ったんですけど、なんかもうまあそれは売らなあかんわと思って。で、そのなんか打ち上げみたいな飲み会でなんか、えらい悲しくなってきて、なんかね、ボロ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 涙で、飲み屋で泣いたことなんかないんですけど、多分人生で、あれが、飲み屋ではね、最初で最後ちゃうか。なんか、あんな感じで人生初めて映画売れた時に、こんな感じなんすか。いや、あんなん売りたくないっすわ、みたいな感じで、いやいや、小木さんそれでもよかったやないか、みたいなことを言われて、なんか、その時はめちゃくちゃ寂しかったです。でも、まあ、その後、何年後かな、もう10年、15年ぐらい経った時にも、なんかいつも、一応案内状を送っていたんで来てくれはったんですよね。たら、あの絵大事にさせてもらってるよとかって、社長室のここに飾ってるよとかって言うてくれはって、その時になんか、なんかちょっと報われたというか、よかったなと思ったんですよ。でもその方も結構若くして、60ちょっとで癌で亡くなられて、癌で亡くなられた後に、その、息子さんがなんか個展来てくれたかなんかやったかな、ちょっと記憶してないですけど、なんかすごい大事にさせてもらってますみたいなことを言われたんで、それはちょっと良かったなと。皆さんどっかで私のペルージャの絵を社長室で見かけたら連絡ください。横浜かなんかで清掃かなんかの会社かなんかをやってたような記憶があり、長なりました。ネットとかで販売すると、売れた後、何倍もする価格で転売されてるのを見るのが最近問題になってるそうですが。いや、あるでしょう。画廊とかでも。あるんじゃないですか。やっぱりこう、僕なんか若い頃に売れた絵とか、今より半分ぐらいの価格やったから、今出てきて、こんなにっていう風な値段で、なってたり、逆もあるけどね。でもあると思いますよ。それはもうしゃあないんじゃないですか。まあ何倍もネットで、買ってネットで売って何倍もなることもあれば、全くならないこともあるんじゃないですかね。まあそういうこう投資目的みたいな人は、やっぱ一定数いると思いますし、全然それはもうしゃあないんじゃないかなと思いますね。よいしょ。これ影ですね。という感じで、一層目が、だいぶこう影とモチーフみたいな感じで連動しながら見ながら今描いていきました。で、これが一層目、という感じです。影とモチーフが連動した状態。ね。
ぼちぼち始まったんじゃないですか。今岡さんおはようございます。まあ、ナスの影っていうか、ナスの落ちている影と、モチーフの中にある、こちらの方はインって言うんです。こちらの方は A って言うんですね。これ要は、シャドウです。シャドウボクシングのシャドウ。こちらシェイドって言うんです。シャムシェードって言いました。シェイド。ね、アイシャドウと、アイシェードってないか。で、こちらの方っていうのは、まあ、こちらが映ることもあったり、まあ、この、今台座がこれ白い台なんですけど、今回は背景を描かないので、まあ、この白い、あれっていう感じかな。で、まあ、少しこう、なんか反射をさせてるような状態にしてみたりとかして、まあ、この辺は、少しこう、遊びながらというかね、名前何やったかな社長さんの名前。何やったかな何やったかな忘れた。まあ、それだけです。もうそれ以降、なんか悲しいと思うことなくなったです。やっぱりそれ一番初めがあれやからかもしれないですよね。一番インパクトがあるというか、ここのなんかお花のこうピンク色とか、少しこういうところ段階で形がある程度見えてきたら、練り消しとかでこう形、カチッと乾いてたら消してあげてもいいと思います。このぐらいの段階で。で、この紫色なんかを、まあ、紫でこう、単色で描くのもいいですけど、まあ、せっかくやったら、ここのところっていうのは、なんか、紫色をちょっとパレット映っていますよね。ちょっとこう、例えばこのピンク色、オペラみたいな色と、よいしょ。この、なんていうかな。こういうので少しこう紫を作って。これ分離色と言います。だから、乾いたら少しこう分かれてきたりして、それはそれで、シャーミングなんじゃないかなと思って。横浜の清掃業。清掃業、あるでしょ僕、よう知らんけど。ちょっとこうピンク入れてみたりとかしてね。1998年。それが一番初めの絵ですね、売れた。こんな感じにしておくと、少しこう時間が経つと分離するかなと思います。絶版になった歌集とかを切り取りして額装して売ってるのを見ます。あれあかんよ。ねえ、あれ一番ムカつくよ、僕は。皆さんあんな買わんでね、ありそうやったら僕、売ってあげるから1000円で、当時と同じ値段で売ってあげるから、ありそうやったら、ほぼないんですけど、言って、で、N 動画廊さんはまだ多少在庫あるかもしらんから、あんなん絶対買ったらあかんで。希少画集とか言ってある。最低やなと思いながら見てますよ。もうあんなん絶対買わんようにしてくださいね。もうあんなん作家としては一番やってほしくないし。あんなん買ったらあかんよ。もうこう注意喚起しとかなね。あれもう昔からありますよね。ヤフーオークションが始まった時からあるよね。なんか20年前ぐらいからある気がする。ちょっとそれで固有の色みたいなの少し置いていきます。絶対ダメよ。あんな買ったらあかんよ。言ってね、買ってしまった。カマキリの緑みたいな色の。よいしょ。絶対あかんよ。あんなね。僕にも当然1円も入ってこへんしね。そうやったら僕にね、1000円入ってくる方が僕はありがたいので。ハイボール飲めますので。私も腹立ちました。簡単に売った値段より何倍にもなることが私は目標です。あ、いいですね。それはそうね。何倍にもなることが目標です。だそうです。よいしょ。ピッ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 。まあ僕なんかもうまあ今5、10、今8万で、もう2016年から8万で釣り上げたいと思う気持ちと、もうこのぐらいが限界かなと思う気持ちと、ハンマーゲン法がもう僕はええかなと思う気持ちと、やっぱりなんか10枚いくと、まあだいぶ一流やなっていう感じがするんですけど、まあ、私なんかね、皆さん喜んでくれたらそれでええかなっていう気持ちのが強いから、まあ8のまま行くのか、次に固定2016年やから、10年間上げてないということ。よいしょ。カマキリのような緑色ですね。これはカドミウムグリーンペールみたいな色かな。
なんか僕なんかもたまにヤフーオークションとか出てきますけどね。もうだって、だいたいもう1000枚以上絵描いてますからね。1000枚以上多分絵売ってます。もう頭いかれてるんで、もうしゃあないです。もう諦めてます。いや昨日も言うたかもしれんけど、やっぱりこういろんな人がもうちょっと数減らしたらとか言うんですけど、書くのが好きすぎるというかね、もう見ての通りじゃないですか。それを止めることができないし、なんかね、そんなん止めて、それが、あれ、なんか、下手ってきよった。ストレスになってしまうというかね。もう病気やからもうこれしゃあないなと思って。いますよ。で、ちょっと固有の色を今塗り分けていってます。まあ、ある程度完全に乾いてからね、今葉っぱの色とかを。で今の段階、多少は前後関係は見えてますよね。わかります？ちょっとだけ濃く頑張ってしたんです。それでも乾いたらやっぱり、ちょっと薄くはなってますけども、ちょっと水の量とかによって、少しこう前後関係みたいなのを少しですね。大谷君始まりました？吉信山本も見たかった。今日大事な試合に先発なんやね。怪我からね、あれして。すごいよね。野茂英雄さんがメジャーに渡った時から。僕はあの時もう野茂さんすごいこう、ね。あれ、僕は高校生ぐらいかな？中学かな？もうね、そこから30年ぐらい？イチローさんが言った2000年、何年やった ?2 年ぐらい？何年やったっけ？忘れた。みんなできへん、活躍できへんって当時言うんすよね。あれ解説者ってね。罰悪いでしょうね。言ってしまったって感じでね。もう谷翔平の二刀流なんかできへんってみんな言ってたけど。落合さんやったっけ？いけるんちゃうって言うたね。私もいけると思ってましたよ。いけるというか、やってほしいと思いましたよね。若い人がね、なんか、メジャーというか、日ハムに入るとき結構皆さん言ってたんですよ。それがまさか世界の基準を変えようと。真中の陽子さんも、春花水木さんも。突然のシャムシェイド。ね。ああ、ね。忍さん、ゴッホセザンの地に行かれてます。あ、知ってます。LINE で見てますよ。ごめんなさい。コメントせんから怒ってるんでしょ？ごめんなさいね。いろいろ忙しいんですよ。はい。いろんな仕事してて。ごめんなさいね。よいしょ。で、影がね、落ちているな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ピピ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 という感じで、固有の色をですね、少しこう塗り分けながら、ある程度陰影みたいなのをつけながらしていきました。で、これがある程度乾いていったら、まだこれ1層目という感じかな。乾いた後に、書いてないとこ塗り分けていったぐらいの感じなので、よいしょ。明るい緑ね。今撮ったばっかりですからね。朝本当に何時間前に庭から撮ったナスビでございます。アバランの白。白いかな？どうなんかな？ちょっとそこまでは僕も。よいしょ。で、これまた乾燥させます。最近絵を売ってくれという DM やコメントが毎日のようにはすごいじゃないですか。詐欺もあるかもしれないけど、どうもデータを集めているのか、AI のネタに調整してるのと人を見て、著作権もっと頑張って勉強しない。
ね、著作権やら AI では、まあ、すべて大体できるとは思うんですけど、それを超えていく皆さんのなんか、ね、オリジナリティみたいな、なかなかそれを出すのは難しいんですけど、ができてくるといいですよね。もしなんか質問あったらしてくださいね。結構こう、まあ、全体をこう、拡大しながら見せていると、なかなか迫力があっていいんじゃないですか。どうですか。よいしょ。こっちはちょっとあれかな。真上のがいいかな。まあ、手元で映した方が、おじさん的には、皆さん、こう、斜めの角度からの方が見やすい、手のね、あれが見やすいんちゃうかなと思ったりとかするんですけど、どっちがいいかな。よいしょ。ね、このぐらいの角度から。ちょっとこちらの方の角度でも少しお見せしていきましょう。で、まあ、まだちょっと練り消しが、あれ練り消し者練り消し者あれ練り消し脱走事件がまた起きてしまった。あれ今この辺でいじってたな。左手で持ってたな。どっか行ってしまった。よいしょ。で、私は個人的にはやっぱ後ろ、もうどうしてもこの、前書いていけば後ろどん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 こう、まあ、ただ弱く書いていってしまうっていう風になっていくので、輪郭のところというのは気をつけながらね、そんな輪郭のところを強くしないで、で、中の形とかでこう光っているとことかをしっかりと書いていったりとか、ギュッとね、ここのところに一段階また暗い色があって、この辺にこう暗い色があって、みたいなんとか、ここのとこでまた面取りの面が見えてきて、みたいな。っていう、難しいけども、大谷君打った大丈夫出遅れました。伊藤千恵さん、おはようございます。ここのぶつかり方みたいなのが、要は紙とのぶつかり方みたいなのをある程度こう注意しながら見ておいてあげたら、ある程度濃く塗ってあげても、中のこういうところとかもね、僕はいいと思ってるんですよね。で、どうしても皆さんどんどん後ろ行けば行くほど、弱くなっていくという絵が多いので、ここのところも暗い色置いてあるから、で、ちゃんとよく見てあげると、もうとにかく観察することですよ、もう本当に。よいしょ。ちいさん大丈夫ですよ。うちのちびびたちは、カマキリで遊んで、今なんかすっげえおとなしくなってる。なんか、ライダーものでも見てんじゃないですか。よ、知らんけど。大丈夫ですよ。その関係だけをしっかりこう見てあげて、まあ、こういうとこ見てあげて、で、ね、で、この見せ場となるような鼻のところなんかは、濃厚マシマシ系の、ガッとガッとガッと、ガッ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 と。よいしょ。という風に、今もこれちょっとエッジ強いんですよ。でも後でこれ処理するとしても、ちょっと真上からお見せしますね。強いですよ、確かに。でも、ここのぶつかり方みたいなのだけはちょっと注意しておいてあげて、で、こっちよりもこっちの方が、まあ、ほとんど自分の目から同じ距離かな。よいしょ。こうなんかちょっと面で影になって見えているなとか。よいしょ。で、下の方にもこう、ね、ある、ナスビ、また書いていきますけども、もしなんか質問があったり、ね、初めての方も遠慮なくこう、質問してください。歌
朝取れたてのナスのみずみずさ、光沢感描写で。あ、山本由伸、じゃあそれ言ったら見ん方がいいわ、俺。イライラするから。やっぱりね、なんかね、やっぱりなんか、ボールとか滑るみたいね。やっぱ日本のこう、ボールとかのがね、吉信くん苦戦してますか。オリックスはね、でも育成もすごいよね。菅野くんがね、メジャー挑戦っていうあれで出てましたね。まあ夢やからね、なんかここで35歳の年、一回こう手挙げたけどなかなかいい条件がまとまらんかったみたいな感じであれでしょうけど、まああれは、あれでしょうね、ポスティングやから、ジャイアンツ側にもある程度、なんかこう、入ってくるような条件とかなんかいろいろあったんでしょうね、球団。お金だけじゃなく。でもここで声もかからんくても、手も上げんかったら多分一生後悔するやろうってことで、いや僕はもう素晴らしいなと思いますよ。今年の成績やったらね。でも菅野にしても、あれにして坂本ちゃんにしても結婚せえへんね。なんか誰かお嫁さんになってってくださいよ。たった年俸5億ぐらいなんで。ね、皆さんがこう支えてあげてくださいよ。たったんですからね。うん、下詰まり病と上ぼんやり病。確かに上ぼんやり病あるかもしれんね。周りとのぶつかり、神とのぶつかり方さえ見ておいたら、後ろ、上とかね、そこまでこう神経質にも並んでもいいかなと思うんですけどね、皆さんの作品とか見てると。よいしょ。若い頃は、こうやって、こうやって、こう書いたらうまいこと言ったとかみたいな結構僕もあったんですよ。でも、年取ってきて、それほどこう、なんていうの害なことはないなっていうか、絵を描く上において、過去の成功というので、それに縛られてしまって、ねえ、それがこう、自分の成長を邪魔してしまうということが結構あるんですよね。だからやっぱりいつも新鮮な気持ちで入れるのが一番理想的じゃないですか。今回こんな色使ったことないけど、と。今までの場合はこうやったらこうやったら、ナスビこうやったらうまいこと描けたとか、思ってるようなものが、ね。いや、今回これ感じるからこの色でいくぜとか、この形の出し方でこうしてやるぜみたいなこう気持ちが出てくるのが一番理想かなと思う。ツーラン打たれた。3-0か。ちょっと見えひんでいいね。J リーグのサッカーの選手は、既婚者でも公開しない場合が多いです。あ、そうなんやね。遊びたいのね。奥さんが匂わせ投稿するんかな。そうなんや。J リーグの場合はそうなの？岡本和真くんなんかめっちゃ早く結婚したよ。翔ちゃんなんかもね、ちゃんと、結婚されてすぐ公表しましたもんね。いい奥さんだよね、多分ね。あんな春先何があったか皆さん覚えてますねえ。一平ですってやつですよね。一平です。あんな問題起きたのにこの活躍。忍くん交代かな、スリーラン打たれて。ポストシーズンで何試合なんですかね。4試合制なんかな ?5 試合制なんかな。よいしょ。で、輪郭なんかは、まあ、この辺は若干こう、強くなってくるというか、こっちに比べると、強く見えるところは強く描いてあげたらええかなと思います。で、これが今、2層目の土台ということでございますよね。もちろん、今日は、私の横っちょの写真を見ながら描いてるわけじゃなくて、こう現実、ここにあるものを見ながら描いて、また動かしてしまった。
形の違いとかはあるかと思いますけど、お許しください。全然違うやんけとかたまにね、コメントあるんですよ。返すのめんどくさいんですよ。いや、本物とやっぱ違うんで、とかって言ってね。どうしても広角の、スマホの広角レンズ。これスマホで撮ってるのですね、これね。奥さんの匂わせトークあります。絵作りの説明をありがとうございます。最近やっとなんとなくその説明の意味が分かってきた気がします。つら打たれた。どうですかこれででんでんでんと。これぐらい僕が初め載せた時は皆さん不安やったかもしらんけど。いけるでしょどうですかいけるでしょね。で、ちょっと、すいませんね。今日はパレットよりも、この辺ちょっと飛び散っちゃっててごめんなさいね。おしゃべりもしながら、絵も描きながら、コメントも読みながらやってるとね。よいしょ。で、少し葉っぱの、今一層塗っただけやけども、ちょっとこう濃淡みたいなのを、濃淡っていうか、明暗みたいなのを少し大きくこう作りながら、よいしょ。でもまあね、メジャーリーグベースボールは、よいしょ。アメリカではね、いろんな三大スポーツ、アメフトとホッケーやったっけあ、じゃあバスケか。やっぱアメフトがめちゃくちゃ人気あるみたいですね。アメフトバスケよいしょ。で、やっぱ同じようにここのぶつかりみたいなのをちょっと意識しながら、よいしょ。よいしょ。これ大きな土台として、ダンダンダンっていうのができました。よいしょ。ニュー練り消し。練り消し逃亡劇がね。で、最後、というか、描き込みを3層目ぐらいでしていくという感じですね。このナスビは結構なんかね、甘いの。なんかトロトロなのよ。なんかね、トロトロのナスビ。トロトロナス。AI には、やはり最後は人間が良し悪しを決めるので、感情のない AI にはたどり着けない何かがあるのかなってことかななど思ったりとかしてます。いやー、そんなレベルを超えていきます、AI は。もう本当にいよいよ気づかないものになっていきますよ。日常の中に、ね、日常の中にこう、これ AI やったのとかっていうものとかもう山ほど出てきますよ。せっかくやったらこうなんか、もうそういうものを活用しまくって、いろんなものが安くなるものは安くなってほしいよね。なんか、例えば NHK の受信料とかも、もうアナウンサーがほぼ読まずにこれは AI に読ませてますとか言うてんやったら、なんかね、だから月額300円安くしますとか、なんかそんなんしてほしいよね。そんな風にこう、便利にね、なっていくんやったら。ということで、ぐじ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 言っておりますけども、私も本当はもうなんかメンバーシップのちょっと安くしたいんですけど、あれな、一回設定したらもう一回こう再度やり直さんといかんみたいな感じ。なんとかしたいんやけどなと思うんですけどね。うん。よいしょ。ちょっと、大きな作りですよね。光影みたいな大きな作りみたいなのは少しこう出来上がってきて、なお、少し、ここから、書き込みとかをしながら、よいしょ。
で、それでもなんかこう輪郭が強すぎるなとか思うたら、少しこうなんかぼかしてあげるなりなんなりしたりね、したりしてください。翔平君、第一打席始まった。まだ、吉信君苦戦してる。なんか韓国のね、オープニングゲームもえらい苦戦したもんね。でもすごいね、なんかこう、ドジャースにとってポストシーズンの先発で行くってすごいね。今、あれなんですか？いないの、ピッチャー。でもね、韓国でのオープニングゲームが懐かしいですよね。あの後、一平ちゃん事件が起きたんですもんね。明星じゃないですよ、一平ちゃん事件ね。あれからね、あれからもう本当に今シーズンはちょっとなんか精神的にとか思ったら全然大丈夫でしたもんね。すごいですよね。よいしょ。野球バカって言うてるでしょ皆さん。野球バカめ。へへへへ。まあなんかこの中にもいろいろ分離色的ななんか綺麗さもあったりしながら、あ、見やんでよかった。スリラン打たれてたりすると、イラーとしてたからね。イラーとしてた。多分 AI のエネルギーって初めから努力しないのが、燃えやるっていうのがあるかもしれないです。確かにね。なんかね。でもね、このおじさんみたいな、こういっぱい失敗とかを見せていくみたいなことは AI ちゃんはできないと思うので。こんな失敗したりね、なんか言い間違いやらなんやら、皆さんが許容してくれるけど、世の中がこうそういうのも許容しなくなっていくんかもしれないね。失敗した失敗したってね。上げ足取りのこうね、上げ足取り大王がいっぱい増えていくのかな。よくこう野球とか見てるとコメント欄とかね、チャット欄とかにもボロクソ書いてますもんね。ジャイアンツの大城っていう選手がいて、キャッチャーなんですけど。まあ、若干足は遅いんですけど、それでも186センチぐらいあって、まあみんな足遅い足遅い言ってるんですけど、絶対そのコメントしてる人より足速いはずなんですよね。全員より速いはずなんですよね。ね、皆さんね、言いたい放題言いよるなと思って見ながら、お前、あなたたちよりあれじゃないですかって思いながら見てます。よいしょ。よいしょ。あ、これね、初心者の人、こう、塗った上って消えないですからね。やっぱアラビアゴムでこうコーティングされるような状態とか、もうこういうなんか飛び散ったのとか、まあ取ろうと思えば多少は取れますけど、まあそういうのもなんか味やぞーと思いながらね、思ったりとかしてください。よいしょ。ちょっと白とかもちょっと入れながら、ピュー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 。で、例えば光っているところとかの、こういうところとかは、少しこう、水で、綺麗な水とかで、ククククククと周りだけこう、拭き取ってあげたりとかして、パンとかしてね、ぽわっとしたようなところとか、この中とかの、ちょっと拭き取ってみてね、水だけで、ピンとかパンとかしながら、よいしょ。ビューっとね、こういうところも、規制上げとんな。うっさ。ね、ビューっと。この中も暗い中に少しこう光が入っとるんですよね。
ライブ配信わからん。もう、なんか、他のイベントでライブ配信、わからん。もうなんか、半々ぐらいかな。まあ、どっちしようかなと思ってます。よいしょ。許可が下りるのかな、あんま考えてないですけどね。やる可能性の方が、まあ、だから。よいしょ。反射光とかね、少しこういうのとかも書きながら、で少しずつですね、密度を上げていくときに、ちょっと瞑想筆とかも使いながら、上げていこうかなと思います。よいしょ。もしなんか質問あったらしてください。今日は初心者向けに、まあ、土台の作り方から、まあ、形の取り方からある程度少し説明していきましたけど、多分もっと説明が必要なんでしょうね。何を説明すればいいかが最近よくわからないんですけど。もう意外とこう、ひょんな質問から、あ、そういうことねっていうのに気づかされること僕も多々ありますから、皆さんね。よいしょ。この辺のね、こうやって光が当たって影の方に入っていってる。少しこう、ヘタのところに、光っているようなところ、白がうまく出なかった。黒つけるのは確かに楽なんですが、味気ないなと思います。人間の感情がすでに01のデジタル化が進んでいますね。もっと柔軟でいいって。ね。01ばっかよね。もっと楽しくてね、いいのにね。なんかね。イエス、ノーみたいなとこあるよね。なんかね。昔のなんかドリフの映像とかがたまにこう YouTube でなんかおすすめに上がってくるんですけど、むちゃくちゃですもんね。こんなの放送してたなと。ねえ。あんなを家族で見てたんやと思うと、たまに、ゾッとしますよね。家族で。でもまあ、逆に言うと、今は個人でなんかもっとゾッとするような映像をみんなこっそり見てたりするんでしょうけど、子供たちも含めね。なんかね。よいしょ。ゾッとしますよね、ほんとね。いいでしょう。なかなかね、ナスビのこんな花とかまでついてね、お庭で撮ったやつでございます。お庭で採れたナスビを今日は描いております。ほんとね。昔は良かったっていうか、昔は緩かったですよね。まあ、それで嫌な思いをしてきた人も世の中いっぱいいるんでしょうけど、まあなんか、適当な人間、私みたいな適当な人間からすれば、ああいう時代は好きですね。よいしょ。昔の学校の先生ってなんか、一部のこう、怖い先生が、バーサスヤンキーと戦ってましたもんね。ヤンキー対怖い先生みたいな構図がありましたよね。よいしょ。先生はテンパなのかも気になって。テンパ神テンパ天然パーマ。そうでもないと思うんやけど、今短いからなんか、あと寝癖じゃないですか。よいしょ。テンパ。
そんなん気になりますおっさんの髪の毛とか別にそんな皆さん気にせんでしょ。単なるおっさんですからね。単なる、ちょっとこう白とかも入れながら、なんかね、ペッペッペッとか入れて、ね、ここのとこのなんかね、こう、いやもう今日なんかこれから帽子かぶるから、日曜日は帽子かぶって、まあ土曜日とかもそうですけど、外とか行くとき帽子かぶるからなんか整髪料的なのつけたくないですよね。よいしょ。ちょっとナスビがしっかりしてきた。花可愛いでしょう。本当に。うちのチビぐらい可愛いですか？ナスの花可愛いですよね。いや、チエさんも可愛いらしいですよ。イメージ通りな感じ。なんかイメージ、あんなにビタッとハマる人なかなかおらんっていうぐらい。ビタッとこうイメージ通り、人がまさにこう合っているという。みちみちさんなんかもう完全にもう僕が何度も言ってる、こう、小田切城みたいな。そんなん言うとあれやね、なんか、あれか。なんちゅうのちえさんがのことを嘘ついてるみたいに見えんな。あ、いや、そんなことないな。みちみちさんのことを嘘ついてるみたいな。そんなことないな。ややこしくなってきたぞ。いらんこと言わん方がええっちゅうこっちゃな。よいしょ。この茶色と紫の間ぐらいをせめぎ合ってる感じが、このヘタのところのこれが面白いですね。せめぎ合ってる。これ物の先端とかってすごい大事です。こういうところでこうね、先ほどペッて僕が乱雑に切ったここのところとかで。もう北海道とかはあれですかね。もうだいぶ寒なってったんですかね。北の恋人さんどうですか？あとなんか、初心者の人とかおはようございますでもいいですよ。初めてのコメントの人にね。わはは笑いってなってんな。男性同士はまず、頭髪の量を見定めるらしい。そうそう。そうそう。特に同級生はね、だいぶ元気ないなとかって言ってね、はい、見ますね。面白いですね。同窓会して大体もう、時間の半分ぐらいは、頭髪の話してますね。うわぁ、よしきが頭元気やなとかね。はい、名前出してしまいました。よしきだけやったら誰かわからないからね。うわーってね、大体そんな感じですよ。ちょっとなんかこう、ぐーっと前に出てくる感じみたいなちょっとないね、この辺ね。ちょっとここのところがうるさすぎんのかもしれんしね。うわーとか言うてね、大体そんな会話してますよ。毎回それが同じっていうのがね、毎回ですけどね。で、こう落ちてる影なんかがあるところがあったり、なんやろね、あれね。やっぱりこうなんか、肌ツヤ自体はおじさんたちは順調に皆さん悪くなってカサカサなってるんですけど、一番差が出てるんですよ。出るとこなんですよ、頭髪って。だがなんかね、盛り上がってしまうんですよ。僕はまだ持ってる方ですもんね。だいぶまだ最近自信なくなってきましたけど。新鮮で美味しそうですね。だいぶこうね、あれになってきましたよね。前にギュッとこう見えてくる。今で1時間、13結構なんか経ってんね。今日もなんかすごくこう、土台からこう作りから丁寧にやってきたかなと思います。よいしょ。でも本当にあとはもうね、ネチネチ書いていきながら、前後関係とかを見ながらですね、進めていきながら、例えば、影なんかでもこことここを考えたら、ここちょっと強いですよね。で、こういうところを、ちょっと強いな思ったら、
同じような素人のぶつかり方してますよね。で、こういうところとかをちょっとだけこう弱めてあげたりとかしたら、少しこう、奥に見えてくるかなとかですね。で、そういうことをこう、途中段階とかでも確認をしてください。少しこうやってね、輪郭を少し弱めてあげようかなと。よいしょ。まあ、ナス単体やったらまた描きやすかったでしょうけどね、今日は葉っぱまで入れて描いてますのでね。よいしょ。プリプリプリ、割れている、割れている。この辺もちょ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 。大谷君、ホームラン打った？第一打席はどうでした？よいしょ。少しこう頑張って今日は密度を上げていこうかなと思います。よいしょ。よいしょ。ギャンブル依存症って怖いですよね。何の話やねんって感じですけど。ねえ。なんか、ガーシーさんもしかり、ね、一平さんもしかり、もう、本当にこう、ギャンブル依存症って怖いですよね。実は目の前に置いてるやつが徐々にやっぱへたってきています。だいぶこう、初めに置いた位置とは違ってきてへたってきています。うん。橋本育さん。小学、春花水木さん。小学校で使っていたのが不透明水彩で、中学校は透明水彩絵の具やポスターカラーの存在を知りました。しばらく使いこなせませんでした。橋本育さん、メッセージ撤回。板主さん、ナスだけより緑とナスの2色、綺麗でしょう。絵描き仲間から漫画塗りですねと言われへこんでいます。漫画塗りって何？漫画塗りって何？全くわからへん。何その漫画塗りって。漫画塗りって逆に教えて。おっちゃんわからんわ。漫画塗りって何？なんか、私たちの時はスクリーントーンとか、ベタ塗りではないんでしょ？ベタ塗りやったらベタ塗りって言いますもんね。漫画塗りって何？逆に。漫画家の人もこの中にいますけどね。漫画塗りって何や？おっちゃんわからんぞ。漫画塗りって何？絵描き仲間の人、漫画塗りって何？教えて。どういうこと？漫画塗りってあるんですか？ポスターカラーでベタ塗りやったらなんかわかるんやけど、漫画塗りって何やろうな。だいぶ変わってきた。モチーフめっちゃ動いてる。めっちゃ動いてる。まあそういうのもね、楽しんで描けていけばいいかなと。もう写真ともちろんこう違いますよ。これね、今日ね。また私の横にあるものとは違う、実際にここにモチーフを置いて書いております。初めてのメール。すごく参考になります。質問です。これが初級者だと上級者はどんなになるか想像もつきません。山女さん、ありがとうございます。まあ、昨日のとかは多分上級者編かなと。いろんなものを総合的にやっているので、今日のはもう本当に基本的にはまあ単体で前後関係を出してあげるっていうこととか、背景は塗らんでいいけども、でもその背景をどういうふうにこう意識しようかなっていうことを考えてくださいやっていうことがどちらかちょっとあれなんですね。で、昨日なんかはもう総合的なアクリル絵の具で、絵の具の構造を使ったり、奥行き使ったり、見せ場を、どう見せたりとかっていうことで、あの辺になると、さすがに、1時間半ぐらいで、皆さん絶対できひんやろうなと思って、私は書きながら思ってます。何言いたいか分かりました。今日のはもう、要は考えることはそんなにないんですよね。前後関係と質感みたいなのと、まあ、形とかいっぱいあるやんけ、みたいな話ですけど。そういうのが上級者編とかになってくると、もう同時に実は3つ、4つ、5つをデーッと考えながらやってて、
で、多分、一般の人できへんやろなと思いながら書きながらも思ってるんですよ。で、書き出す前に大体それが私の頭の中にあるんですよね。今日これをやろうと。でもこれって多分みんな無理やろうなと。まあまあ、だから上級者向けかなと。今日はこの辺とこの辺とこの辺だけを伝えようかな。だからまあまあ初級者向けかな。なんかそんなのを頭で考えてるんですね。なんとなくわかりました。よいしょ。記号的な塗り分けって感じ。赤は赤とか、青は青とかっていうことかな。そういうのをあれって言うんや。いや、おっちゃん勉強になるわ。で、大谷翔平君誰も速報流してくれへんってことは、あれ打てへんかった第一打席は1番でしょ、今日。1番 DH 翔平大谷。そんな言い方せんか。わあ、もう全然違う位置に来た。もう、下手ってなって、上の方にあったのがもう下手ってなってきた。漫画塗りっていうんや。なんか、それは、揶揄する言葉なんですか？漫画塗りって。なんかこう、ダメやでっていう言い方なんですか？褒めてるんですか？漫画塗りって。多分若干凹んでるってことは褒めてないんでしょうね。なんか僕らの時もありましたよ。こうだから工芸的やねっていうのが、油絵家の中では、なんか揶揄する言葉で、じゃあ工芸家をめっちゃバカにしてんかっていうような感じがあったんですけど、いや、まあなんかこう、機械的やねみたいな感じなんかな。でも工芸のがね、下手すりゃ世の中に役立つこと多いんちゃうのと思うこと多いですけどね。よいしょ。という感じでございました。ぼちぼち翔平ちゃんの試合見ようかね。皆さんも応援しようか。皆さんが見て、声を出して応援したら、翔平ちゃんの力になるかもしらんし、一平ちゃんの力になるかもしらんし。うん。アニメ塗りか。アニメのセル画みたいなってこと？何かペタッとしてるってこと？伊藤千恵さん。ああ、ペタッとしてるか。ペタッと、まあ、ペタッとしてあかんか。あかんのか。そんな言葉あるよね。結構なんかそういうのってこう、曖昧なまま世の中進んでいくことありますよね。これどういう意味なんとかね。僕らで言うとなんか調子って言葉をよくこう受験期に先生たち使ってたんですよ。なんか調子があんま綺麗じゃないねって。何調子って、中田清のこと絶好調男のこととか思いながら、調子って何って思ったりしてましたよ。という感じでだいぶ、最後もうちょっとだけナスビのところをギュギュッとしてキュンとしてキラーっとさせながら終わっていこうかなと思います。もしなんか質問あったらあと少しで終わろうと思いますのでしてください。ギュッとしてギラッとしてバーンとして奥にギュッと回り込んでサッとしようかなと思ってしてます。まあこの辺りとかをね、最後にこう、ぐーっとこう書いていったりとかね、反射光的なのが少し見えたりとかしたら、まあ白っぽいの混ぜたりとかもしたり、拭き取ってみたりとかしながら、うわ、もう花が下にも完全に落ちてしまった。このビビッドな、この、最近この、なんか、透明水彩のこう、浮き上がる感じみたいなのが僕のテーマなんやけど、なかなかうまいこといかない。第一打席、レフトフライでした。またチャンスが来そうですだそうですよ。ね。工芸って下手馬のイメージ。そんなことないな、全く僕は。工芸下手馬かな逆な気がするな。僕は工芸ってめっちゃうまいイメージだけど。まあなんか方法がある程度
成り立ちすぎてやしませんかみたいなの多分言われてたんかななんて思いながらも。まあ、それもなんかちょっと曖昧な言葉の一つかなと思うんですけど。工芸的やね。と一言言われて終わりみたいな。ちょっと、あれやな。野球も見たいけど、今日晴れて、今晴れとるから、あれやな。カマキリのバッタをちょっと弟と取りに行こう。今のうち行っとかんと。明日天気悪そうやからな。何時 ?10 時半か。野球も大事やけど、やっぱ命の方がね、我が家では大事ですので。カマキリという命。という感じでございました。ちょっとね、形もだいぶこう変わってきたんですけど。この子。もっと黒いね。置くと。この子。この子。この子。そしてお花。もう下手と、これこうなってないけど、最後こうなってますもん。この子。ああ、置き方もわけわからんでしまった。どうやって置いたっけ。もう花がもう下手としてしもった。まあ、こういうところからね、どうやって粘っていくかっていうか、最後。まあ、書きすぎということもよう言うんですけど、まあ、モチーフの中とかだけやったら、まあ、そんなにね、もうこれだけこう白く塗り残ったら多少書いていってもいけるかなという感じはしますけどね。あ、ちょっと強かったな。よいしょ。うい。うい。うん。トークンのいつも見てる可愛い。あれ可愛いですよね。うん、いつも見てるって言ってね。言葉がね、もう一気にこう喋るようになってきたなっていう感じがありますもんね。3歳になって。もう見てる一番最後のところでしょ。あれなんか自分だから言い出したんですよね。よいしょ。いつも見てるまあちょっと不透明とかも入れながら、書き込みを最後していってます。いつも見てるちょっとね、この辺なんか、こうピンクがかっているようなね、感じの。面白い。病気やもんね。なんかこんな。ずーっとこんなことしてるもんね。お誰が打ったの翔ちゃん誰名前を誰も言わない。誰や誰が打った岡本和真くん打ったどういうこと嘘打った岡本和真くんがスリーの打った嘘マジでそんな岡本ちゃんいつの間にドジャースに入ってた翔ちゃんが打ったんかなチャンスみたいな。いいね、なんか同時中継。大谷すげー生で見れんかった。生で見れんかった。でもいいわ。これいいわ。どうせスポ TV Now の YouTube でまた、上がりますしね。もちろん生で見る方が一番いいんですけど、いいわ。もう今日は皆さんのためにこうね、もう本当に僕は初心者の野球興味ない人も絶対いるでしょうからね。それよりも私は水彩上手くなりたいのっていう人のために頑張る俺は。どうですかガクッと減ったもんね。すげえ、いたしさん。すげえって言ってる。すげえね。やっぱ占領役者ですよね。本当に占領役者ですよね。占領役者ってやっぱりこう、占領稼げるぐらいのなんかっていう意味なのかな。ということでございました。どうですか
1時間29分、ちょっと長い配信となりましたけど、わかったわかったとか言って。ということで、楽しかったです。めちゃくちゃ。ちょっとチビと、バッタを取りに行こうと思います。そして今から VTR を見たいと思います。大谷くんすげえということで、ありがとうございました。以上です。